どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆでてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、ワンピース最終章の裏テーマです。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでない人は、大いネタバレを含む内容ですので、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか？行きましょう。ワンピース最終章の裏テーマとは何か？結論から言えば、最終章の裏テーマとは、老人と若者です。それはおそらく、旧体制の支配、つまり、老害を打ち破ることです。老害とは自分が老いたことを気にも留めず、周りの若者の活躍を妨げてしまう害悪です。この究極の老害こそが800年もの間生きているイム様。800年間世界を裏で支配しているイム様とは老害の怪物。これを打破する物語、それが最終章でしょう。すると未来島の未来とは若者、子供たちの未来だと読み解けます。小田先生は過去のインタビューで常に子供に向けて書いているということです。少年にはいくらでもこびますけども、大人には一切こびない。このように語っていました。3年前、コメント欄には、小田先生は子供向けに書いているんだから、ヤマトの能力が大口の真神とか、そんなマイナーな悪魔の実は採用しないと思います。そんなコメントもいただきましたが、ヤマトの能力は大口の真神でした。つまり、子供向けに書いているという意味は、シンプルな意味ではなさそう。もちろん、わかりやすく描いてくれてはいますが、ワンピースは基本的にマニアックな漫画です。だから考察ブロガーや考察 YouTuber が溢れている。確かにワンピースといえば10年以上前、仲間とかマイルドヤンキーのノリだろ？技の名前がダジャレばっかりだし、そんな風に言われていましたが、ちょっと違う。それは表面上のワンピースの作品性です。次に小田先生はさらに大人が子供を教育しようとする物語は嫌いなんですよ。そのようにも語っています。しかしわざわざこうしたことを発言する意図は何でしょうか？そう、この発言は人間の気持ちも毎度おなじみ表裏一体です。人間は好きだろうと嫌いだろうと意識していないことは話しません。つまり小田先生は教育を意識している。大人が子供に教えや学びを解きたい気持ち、子供を育てたい、支えたい気持ちは誰でも持っています。しかし小田先生はもちろんストレートな教え、説教は嫌い。だから少年漫画を通じて子供たちに大事なことを教えている。この可能性を今回は僕の勝手な解釈で考えます。なぜなら小田先生は作品について作品に意味は込めていない。しかしどう捉えてもらってもいい。そのようにも言っていますから、それらを踏まえて最終章の裏テーマを考えていきましょう。まず全60話では老人にも子供にもなれる年齢自在の能力年々の実ボニーが真実の姿12歳の子供の姿で登場。つまり始まりからもう仕掛けてきています。そしてたどり着いた未来島エッグヘッドにはしがない科学者老人ベガパンクが登場。さらに子供のクローンセラフィムも登場。そんな未来島エッグヘッドとは未来であり過去だ。若者の未来と老人の知恵の国です。それがエッグヘッド。ここから舞台はどんどん移り変わっていきます。それは同時進行のシーンや過去の回想シーン、様々な場所、様々な物語が描かれていますが、これらの話は全て若者と老人、これが裏テーマとして流れています。エッグヘッド、オハラ、ウィナー島、ハチノス、マリージョア、エルバフ、スフィンクス、ゴッドバレー、ソルベイ王国、ここまでで登場した9つの島全てが若者と老人という裏テーマで描かれています。一つずつ見ていきましょう。まずオハラでは先人たちの知恵、つまり老人たちの知恵がテーマでしょう。その知恵、オハラの文献を運んだのは若きエルバフの巨人ハイルディンたちでした。ここでの教訓は1、老人たちの知恵に学べ。さらにその知恵はパンクレコーズ、未来のクラウド技術によって保管されていました。つまり397話、未来へ届くように。この397話で湖に投げた老人たちの知恵、文献は未来島のパンクハザードに届いて保管されていたのです。ここでの教訓は2、最新技術を活かせ。この教訓はロビンでわかります。ロビンは未来のロボットフランキー将軍を見てまるで無関心でしたが、その未来の技術によってロビンが大切にしていた過去の文献が守られていた。そして涙が溢れた。最新技術を活かせ。続いてはウィーナー島での黒ひげとローの戦い。ここではローの悪魔の実オペオペの実による不老手術を匂わせていました。この不老手術はおそらくイム様へとつながっていきます。
聖地マリージョアでは世界を支配しているイム様が800年前から生きている不老の存在だと分かりました。このイム様の旧世代の支配を破壊することがワンピースの一つのテーマでしょう。それを破壊するのはもちろんルフィです。新時代だ。だからルフィの年齢は19歳に設定されている。現在日本では法律が変わり18歳から成人扱いとなっていますが、連載開始当初は19歳は未成年です。つまり大人ではない未成年の未来ある若者ルフィが究極の老害イム様を倒す物語。聖地マリージョアに登場した五老星もガーリング星も全員ジジイ。これが小田先生が言う常に子供に向けて書いているということです。究極の老害を破壊して新時代の夜明けを生み出す。ここでの教訓は3、若者よ大志を抱け。それは海賊島蜂の巣が最もわかりやすいでしょう。蜂の巣では老いたガープによる最後の授業で赤ちゃんとジジイが同時に溺れていたらどちらを助けるのか、命の二者択一問題をコビーが答えていました。コビーの答えは自分は犠牲になってもどちらも助ける。この答えにガープは激怒。追い先短いジジイの方を見捨てろと言い、若者の未来は無限大だという。ここでの教訓は4、若者の未来は無限大。しかしそんなガープがコビーの答え、自分が犠牲になって全員助ける行動をとっていました。ガープ一人が蜂の巣に残り若者たちは出航した。ここでの教訓は5、老兵は死なずただ消え去るのみ。若者を未来へとつなぐかっこいい年の取り方。次にエルバフではシャンクス VS キッド。しかしシャンクスの赤髪海賊団の傘下たちは老人に子供、弱そうな奴らばかり。そんな傘下たちを39歳のシャンクスは守っていました。働き盛りの現役世代、力を持っている39歳の男、シャンクスは社会的弱者を守っていた。ここでの教訓は6、強い者が弱者を守ってやれ。そしてまだあります。白ひげの故郷スフィンクスではこのように考えました。こちらです。さらに1073話では年老いたバッキンと、そして年老いた五老星も登場します。このバッキンと五老星は2人とも杖をついています。そして白ひげの故郷はスフィンクスの優しい村、つまりかの有名なギリシャ神話スフィンクスの謎。朝は4本足、昼は2本足、夜は3本足で歩くものなんだ。答えられない旅人はスフィンクスに食べられてしまう。その答えは人間。赤ん坊の時は4本足、後に2本足、年老いると杖をついて3本足になるから人間です。909話でスフィンクスは怪我をして3本足でした。そして天上金を支払えないスフィンクスの人々は人権がない、人間ではない。スフィンクスではかの有名な謎が登場。ここでの教訓はおそらく7、人間が老いることは自然。逆に言えば老いない不老のイム様は不自然。このイム様と五老星の不自然さは3年前コブラ王との対比で考えました。こちらです。そしてビビの父親コブラ王がわずか2年でかなり老け込んでいることにも注目です。それは永遠の命を選ばなかったネフェルタリ家のコブラ王やビビが天竜人とは違い普通の人間として老いていくということを読者に対比として伝えているかのようです。かたや聖地マリージョアに住む五老星は22年前の小原のシーンのシルエットから全く老けている様子がありません。このことからやはり天竜人とは800年前から不老の存在、これまでの漫画ではありそうでなかった不老、つまり永遠の命がすでに実現している世界なのではないでしょうか。次にソルベ王国ではクマが老人たちを癒していました。その老人たちはその後ジニーの子供ボニーをみんなで育てていく。ボニーとはジュエリーボニー、子供イコール宝石、宝物。そう、クマと老人たちにとって子供だったボニーは宝物でした。つまりそのように考えていくと大秘宝ワンピースとはもしかすると子供の未来。違います。でも違わない。ワンピースという作品はある意味で子供たちの宝物です。常に子供に向けて書いているということです。ここでの教訓はおそらく8、子に過ぎたる宝なし。その意味はそのまま、子供に勝る宝物はない。以上が最終章に流れる裏テーマでしょう。裏テーマってもしかして漫画で説教したいだけ？そうじゃない。メインはあくまでも不老の存在イム様を倒すこと。イム様や天竜人たちが所有している富、800年以上動かない富を
海賊のルフィたちが奪う痛快なお話でしょう。それこそが世界の夜明け、夜を朝に変える太陽の神ニカ。若者が旧体制、世界をひっくり返す。これが最終章のメインテーマです。でも疲れたらルフィはオイル。続いてサターンについても考えましょう。1095話でサターンはボニーに胸を剣で刺されましたが、なぜか傷と血が消えていました。これは不老だけでは辻褄が合いません。不老とは年を取らないという意味です。傷が治るのはおかしい。つまりイム様と五老星には不老以外にも秘密がありそう。もしもそうであれば3年前のこちらの考察、イム様イコールイム様説につながるのか。イム様イコールイム様。このダジャレからイム様のヒントキャラはマスター・オブ・医者ドクター・クレハラと考えました。そしてワポルは国の医師20人医師20を独占していました。さらに元天竜人ドフラミンゴは不老手術ができるオペオペの実の他に治癒中の実のマンシェリー姫を独占していました。ここが一番のポイントです。天竜人へのコンプレックスを持つドフラミンゴは不老を実現するオペオペの実と人間の血を変換して他者を治癒できる治癒中の実を欲していました。つまりドフラミンゴは不老と治癒を欲していた。この2つのうちイム様は800年前から生きている不老を実現している存在だと判明していますから、残る要素は治癒です。治癒といえばこちらの動画ではイワンコフもまたイム様のヒントキャラだと考えました。イワンコフはルフィを治癒させた奇跡の人です。つまりはやはりイム様イコールイム様か。イム様は五老星たちを治癒しているのか、あるいは治癒できるものを作ることができるのか。それは例えば万能薬。イム様は万能薬を作れる、あるいは万能薬そのものか。万能薬には2つの伏線があります。伝説の薬があるんだ。どんな病気でも治しちゃう伝説の薬なんだ。ウソップの嘘は高確率で実現します。もう一つはチョッパーの話。俺が万能薬になるんだ。何でも治せる医者になるんだ。イム様がもしもイム様万能薬なら、それはいわば人間国宝。3年前ドフラミンゴが言うマリー・ジョアの国宝とは人間国宝イム様そのものだと考えました。つまりイム様とは不老であり、さらに治癒能力を持つ万能薬家。五老星にとって傷を治癒してくれる存在、治癒中の実のようにイム様は何らかの方法で万能薬を作れる。それは例えば若者の血を変換しているのか。そんな可能性があるかもしれません。それはマリー・ジョアの真下にある魚人島の国宝強薬 ES と表裏一体か、もしくは400年前の蛇神が生贄の血を欲していたようにイム様と万能薬につながりがあるかもしれません。以上です。今回はワンピース最終章に見られる老人と若者の対比について考えてみました。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。